今回は九州の絶品グルメレストランを8軒ご紹介します。福岡5つ、長崎3つとなっており、かなり厳選したので、福岡、長崎に行く際は必ずどこかには訪れてほしいと思います。ご存知の通り、特に福岡は B 級グルメや屋台といったいわゆるコスパのいい飲食店が多く存在する街として有名です。では見てみましょう。まずはじめは、ごまさばや活き作りのイカで有名なはじめの一歩さんです。今回はランチで定食を注文しました。いけすもあり、夜はかなりの人で賑わうそうです。定食はかなりボリューミーで、刺身以外にもメンチカツ、天ぷらもかなり絶品で大満足です。ごまさばは新鮮かつ脂が乗っており、口の中でとろけます。刺身は 2,3 切れ残しておいてください。お茶漬けにして食べることができます。最高級のお茶漬けが味わえます。次に、ホテルのような内装のもつ鍋料理屋をご紹介。アジア以外では牛や豚の内臓は食べないそうですが、本当に美味しいんです。日本に来た際はもつのような内臓料理を絶対に食べて帰ってください。山中では新鮮なプリプリのもつが楽しめます。
日本には締めの文化があり、山中ではラーメンかお米を選ぶことができます。おすすめは間違いなくラーメンです。3軒目は福岡の市場にある魚達を紹介します。市場の近くということもあり、新鮮な刺身やお寿司をリーズナブルな値段で楽しむことができます。東京で食べる値段の半額のほどのイメージです。寿司職人が寿司を握るところも見ることができるので、本当に楽しい時間を過ごすことができます。寿司は新鮮なだけあって身はしっかりと引き締まっており、甘みもあり、なかなか経験できないクオリティです。ご飯を落としてしまいました。魚のあら汁は出汁が効いており絶品です。
4軒目は福岡の名物でもある鶏皮焼きが自慢の皮屋さんです。かなりクオリティの高い串を楽しめるのですが、なんとほとんどの串が120円。中でも名物の皮は1人で10本以上も注文されるほどの人気メニューです。店内はこじんまりしており、カウンター席では焼き鳥を焼く姿を見ながら楽しむことができます。皮は脂が落ちカリカリしており、旨味がギュッと凝縮しています。5軒目はラーメン屋さんシンシン。福岡といえば豚骨ラーメン。福岡の豚骨ラーメンといえば一蘭が思い浮かびますが、かなり口コミの高いシンシンはおすすめです。サイドメニューの餃子もおすすめですので、ぜひ頼んでみてください。
マイルドでクリーミーな味わいが特徴的で、豚骨の独特な臭さも感じさせない完成度の高いラーメンとなっています。紅生姜を入れてスパイスを効かすのもいいです。ここからは長崎のお店を紹介します。長崎は福岡から1時間ほどですので、ぜひ訪れるべきポイントです。長崎の佐世保といえば佐世保バーガー。メディアでもたくさん取り上げられているボリューミーなバーガーで有名なビッグマンさんをご紹介。焼いている姿もかっこいいですね。店内には大量の有名人のサインが飾られています。次は佐世保で有名な海鮮居酒屋笹泉さんをご紹介します。店内には大きな生簀があり、ほとんどの料理が生簀から上がったお魚を調理しており、とても新鮮な海鮮料理を楽しめます。名物やイカやアジ等の生け作りで破格のお値段で味わうことができます。見てください、この豪華な刺身盛りを。ガトアワビとウチアワビの生け作りです。イカは新鮮で弾力があるため非常に食べ応えがあります。ウチアワビからは身がほとんど取れず、かなり甘くて美味しいです。高級食材アワビもとても歯ごたえがあり、こんなにも美味しいアワビは初めてでした。アワビの肝は珍味として知られていますが、
少し磯臭さがあり、私の好みではなかったです。さっきまで泳いでいたアジですが、自分がさばかれたことも気づかず息をしています。これはバッテラと呼ばれる寿司で締めたサバの押し寿司です。一番衝撃だったのはこのすり身でした。想像をはるかに超える柔らかさで感動しました。池作りの後は後出しを用意してくれます。8軒目は長崎ちゃんぽんで有名な蓬莱軒さんをご紹介します。長崎ちゃんぽんは野菜、豚肉、海鮮といった具がたくさん入った豚骨味のヌードルで旨味たっぷりです。特に評価の高かった蓬莱軒さんを訪れましたが、量も多く大変満足です。こちらは皿うどんになります。乾麺の上にあんが乗っており、パリパリの食感と柔らかい食感を同時に楽しむことができます。
かがでしたでしょうか。これで福岡5県、長崎3県の紹介は以上です。日本での食事は美味しいだけでなく、見た目も含めて楽しむことができます。今後も日本の食事をどんどん紹介していきますので、いいね、チャンネル登録していただければ幸いです。では、さようなら。